レビアタン先生のオタク FM シンフルサンズ。皆さんこんにちは。イケメン悪魔調教ゲームオベイミガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。お久しぶりでございます。お待ちかねのオタク FM が全世界の留学生の皆さんの応援のおかげで帰ってまいりました。ありがとうございます。この番組はですね、待望のオベイミー ASMR シリーズのリリースを記念してゲストをお迎えしまして、皆さんと一緒にオベイミー ASMR シリーズを盛り上げていこうという番組でございます。ということで第6回目の放送はこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。皆さんこんにちは。ベルフェゴール役の大西聡です。お願いします。お兄ちゃんに来ていただきましたけども、はい、久しぶりのオタク FM です。はい。何年ぶりですか？何年ぶりでしょう。2、3年ぐらいは経ってるんじゃないですか。4、5年は言い過ぎですね。その間に何回もやってますよ。お兄さん。何ですか？記憶がなくなってるんですか？ちょっと記憶喪失。記憶喪失なことはないですけど。僕は誰？そっから自分を見失ってるじゃないですか。俺はでも一番思うのは、こうやって右向いた時の大西聡の外見が最初に撮った時から全然違う外見になってますからね。一緒ですよ。そんなことないやろ。全く一緒ですよ。変わってないですよ。お前ヘッドホンが髪の毛で隠れるみたいなことは絶対なかったぞ。こっちから見たらもうこのボリュームでヘッドホンが隠れてますからね。伸びですけど、切らなきゃっていうぐらい伸びちゃう。金髪が金髪です。金髪でめっちゃ伸びてますけど、ボサボサになっちゃう。ラジオでそれが伝わるかって言ったら絶対伝わらないんですけどもね。ライオンヘアみたいな。まあ久しぶりのオタク FM ですからね、頑張っていきたいと思いますけども、頑張りましょう。それではね、ASMR のことをご存知ない方もいると思うので、簡単に説明いたしますと、 ASMR とは耳元でささやかれる声や心地よい声を聞くことでリラックス効果や心地よさを得られる音声コンテンツのことです。今回はロマンチックなシチュエーションでオベイミーに登場するキャラクターたちが耳元で優しく甘くささやいてくれる、そんな特別なひとときをお届けします。いいですね。いいですね。それではここから大西さんに ASMR の収録のお話をお伺いしていきたいんですけども、はい、作品を聞いてからの方が大西さんのお話も分かりやすいと思いますので。一緒に聞くんですか今から？そうですね。恥ずかしいじゃない。大西さん聞かせてくださいよ。大西さんの恥ずかしいんですか？自分で聞きたくない。自分で聞きたくないことはないでしょう。人のならいいけど、自分でキャッキャ笑えて聞く。笑えるって言うやん。笑うなよ。なことないよ。前回の角信也さんのはトラック1から甘々でしたから。甘々でした。甘々でした。本当に甘々でしたよ。だからちょっと大西さんのはどうなってるのか非常に楽しみでございますけどね。何不安ですね。不安なんですか？はい、いやそれはとりあえず聞いてからね、いろいろねちょっと感想を聞きたいと思います。ではベルフェゴール ASMR の中からトラックに深い森にてから少しだけお兄ちゃんと一緒に視聴したいと思います。それではせーのどうぞ。歩いてます。やっぱ暗いね。足元も見えづらい。暗いい？僕の手離しちゃダメだからね。隣で歩いてる感じ。はい。あ、ほらあそこフクロウがいる。ほんまや。すごく綺麗。フクロウの羽の模様、月の光を反射して光ってて。夜のお散歩？何？お散歩ですかね。なんでがっかりしてんの？もしかして自分のこと言われてると思った？綺麗だね。いや改めて。嘘。顔に書いてある。僕に褒めてほしい。書いてるよ。おい。油性マジック。おい実際に？今さら綺麗なんて言う必要もないぐらい。なんかウィスパー気味やな。はい。そう。ASMR なんで。いませんで。あら。離れた。意地悪したから。危ないよ。すごいなこの距離感。よかった。間に合った。大丈夫？怪我してない？骨折。近い。
暗い中で走ったら転ぶって子供でもわかるでしょ。子供だ。なんでツッコミ。だって妙なとこ抜けてて目が離せないんだから。まあ近い。何？ギュッてしてる。抜けてるって言われたのが不満？はならほらあ、ちゃんと手をつないでて。あらあら。次は絶対離しちゃダメ。おう。こっち。あ、ちょっと甘くなってきた。恥ずかしい。ゾワゾワします。静かに。ここなら見つからないはず。見つからない。隠れてる。なんか来た。なんか来た。隠れてる。なんだ。近い。今モーラっていういたずら好きな精霊がいたんだ。おお、今俺もゾワッとした。なんか近い。近い。デートの邪魔されるの嫌でしょ。いいな、この距離感がわかんの。あれなんか緊張してない？耳元で。さっきみたいにドキドキしてる。あらあら。好きな人とこれだけ近くにいたら当然でしょ。はいあんたもはっきり言ってよ。僕みたいに。よくできました。あら、言ってくれた。あんたに好きって言われるのすごく好き。おお。あ、チューした。こうしてなんかしながらチューした。いつモーラに見つかるか試してみる。うわ。なんてこと。はい、聞いてきましたけども、俺なんかさ、このオタク FM やってきてて、6回目ですけど、なんかだんだん中継察になり始めてて、でこのサンプル聞いてる中でそれ聞こえたら、あ、注射みたいなにすごい敏感になってきてるんですけども、いや聞いてみてどうでした？改めて。やっぱ恥ずかしい。恥ずかしいですか？なんかこういう距離感の。この距離感で自分で聞くっていうのはね。まあ自分とは、ベルフェゴールですけども、やっぱりそういう演じてる時のこととか思い出したりする？大西ちゃん。でも結構その ASMR の収録するマイクっていうかダミーヘッドマイク。ダミーヘッドあるじゃないですか。なんかそれに向かってなんか演技する感じがなんかすごいちょっと舞台をしている。そうね。楽しかったですね。まあそれを中心に自分で体を使って表現しながらやるわけですから、結構楽しかったですよ。まあね、もともと舞台で芝居してたから、久しぶりにそんな感じ。久しぶりの感覚だな。でもダミーヘッドマイク自体は、言うなればさ、俺とお兄ちゃんはさ、かなりちょっと前にやったやん。ちょっと前、かなり前か、4、5年前に1回触れさせていただいたことがあるのよね。とあるイベントで。ベタベタ。そう、ベタベタ触ってんけど。でもその時からすると、久しぶりにそれを使って収録して、改めてこうやって自分で撮るやんか。撮った時の難しさとかなんかありましたか？でもなんか難しいよりなんか楽しい。楽しいが勝ったんや。それなんか耳元で、こんな近寄らないといけない。もっと近づいていけるんですか？実際ね、もっと近づいたらこういう風に聞こえるとか。本当耳元でこれでどういう風に聞こえてるかみたいなのもやっぱやってみないとわからんから、それはちょっと面白いかもしれない。面白かったです。この面白いことやっぱ人によって難しかったっていう人もいれば、楽しかったっていう人もいて、感想がそれぞれ違うのはなんか面白いですね。大西は楽しかったよ。僕は楽しかったです。基本的に。エンジョイしました。エンジョイしました。この物語はどうでした？物語は、こう何話か収録して、結構もうそんなことまでみたいな。そんなんや、どういうこと？どういうこと？これ言うなりはトラック2やんか。これが進んでいくわけでしょ。ただね、僕ね、一個ねちょっと褒めてもらったことが。なんです？収録の。何？喘ぎ声は誰よりもうまく。何それ？褒めてもらったんですよ。ちょっと。誰より。喘ぎ声が誰よりもうまい？ちょっと待って。ってうなずいてる。外でねうなずいてくださってるんですけど、一個確認したいんですけど、喘ぎ声を出すシーンがあるんですか？喘がないといけないんですか？ちょっといろいろあって。これは、ベルフェゴールが
そういうシーンがあるっていうだけで全体的にみんなあるっていうわけではないですよね。割とある。ね、なんかあるんです。そうなんですか。へえ、そう。はい。一番うまかったんです。そうですか。さすがですね、ケロスさん。もう任せてください。もうなんかもういろいろ質問したかったんですけど、いろいろぶっ飛んでもちょっとなんかいや知らないですよ。俺は何も今言われてないですけど、吐息の演技だけはそうですか。へえ。息で喋ってるようなもんなんで。いやすごいね。でもそれ褒められるってすごいな、一番うまいって。なんで今ちょっとなんでそのさ吐息橋で喋んのその感じ出してくんだよ今そう、喘ぎ声ね。なんなん喘ぎ声って。そうなんかさチュッチュチュッチュとかさ、言われいろいろあってさ、で喘ぎ声もあって、喘ぎ声もありますよ。何それ、楽しみですね。いやあるかなんてどう言われてないか、いや知らんけど、いや一番になるかもしれないですよ。喘ぎ声、喘ぎ声ナンバーワン決定戦。お前 6番目が1位って言われててなんかもうなんかどんなもん出したかめっちゃ気になるやんけ。俺伏兵が全部聞いてお前の喘ぎ声を研究したい。なんなん喘ぎ声の研究ってそれも嫌やけど研究してください。いやそういうシーンもあるっていうか、まあ結構濃厚ってちょっと濃厚な、ちょっと恥ずかしいな。なんでそこを聞かしてくれ、そこを聞かしてもらったらあかんのか。それはもう一番醍醐味ですから。もう醍醐味ですか。いやお楽しみということで、楽しみでございますけども、こちらのですね、オベイミー ASMR シリーズケースベルフェゴール君と二人星に願いを込めて、こちらは DL サイトとソルストアにて好評配信中でございます。はい、ベルフェゴール編だけでなく過去にリリースした ASMR も配信中です。DL サイト、ソルストアお好きな方でご購入ください。各配信サイトやオベイミー公式 YouTube チャンネルでは無料サンプルも公開していますので、ぜひ聞いてみてください。はい、お送りしてきましたレビアタン先生のオタク FM シンフルサウンズですが、そろそろお別れのお時間でございます。早いですね。早いですね。あっという間ですけども、悲しいですか。悲しいですか。もっと喋りたかった。全然喋っていただいても。いやいいです。なんやねん。言われるとちょっと天の弱なんで。いやこいつだんだんそういう風になってきやがって。すいません。いやでも俺そのさっきの喘ぎ声で全部ぶっ飛んじゃったんですけど喘ぎ声の件でぶっ飛んじゃったんですけども、まあでもこの作品自体が濃厚っていうこともそうなんですけど、まあそれぞれね、良さが出てきてるとは思うんですが、ベルフェゴール編、このベルフェゴール編総じてこういうとこ聞いてほしいみたいなのはありますか。そうですね、結構そのなんかできるだけこう自然に演技をする、そんな感じをちょっと意識して、じゃあナチュラルにベルフェゴールとのなんか過ごしてる姿っていうの感じで、そういうところもあり、ナチュラルか喘ぎ声自然な喘ぎ声、自然なもうありのままの喘ぎ声を聞いていただいて、いやもう改めて聞いた方もいらっしゃると思いますけども、もう自然な喘ぎ声なんやって思いながら聞き直していただけるとねもっと楽しんでいただけるかもしれません。ぜひね、皆さんのね喘ぎ声をこう比べていただいて、皆さんのそれぞれねそういうことね、兄弟のね兄弟たちの喘ぎ声を比べていただいて、どんな聞き方いやでもそういう聞き方もしかしたらありかもしれないですね。だって聞いてくださってる方で、大西ちゃんの喘ぎ声が一番って言われてるけど、私はこの人の喘ぎ声が一番やなっていうのを、私は違うんだっていうね、ルシファーの喘ぎ声がそれぞれのこだわりがあるかもしれませんから、ぜひねこの感想っていうものもつぶやいていただきたいと思います。オタク FM の感想はですね、ハッシュタグオタク FMSS、 ASMR の感想はハッシュタグオベイミー ASMR を入れて各 SNS でぜひ投稿してください。ということでレビアタン先生のオタク FM シンフルサウンズ、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とベルフェゴール役の大西聡でした。バイバーイ。ベルフェゴール役の大西聡です。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー ASMR シリーズ第6弾ケースベルフェゴール
君と二人星に願いを込めてが DL サイトとソルストアの2つのサイトにて好評配信中です。深い森の奥、あまたの流れ星が降り注ぐ中、お互いを愛おしむ2人だけの時間。バイノーラルマイクで収録された没入感たっぷりのシチュエーションボイスドラマでぜひお楽しみください。また早期購入者特典としてキービジュアルを使用した PC とスマートフォン壁紙を配布しています。こちらは2月28日23時59分までに購入された方が対象となりますので、まだの方はお早めにご購入ください。またオベイミー ASMR シリーズ第7弾も進行中。こちらもぜひお楽しみに。